ロシアや中国がグリーンランドを占領したいと思った場合、デンマークにできることは何もない、と、トランプにこき下ろされたデンマーク。今回は、そんなグリーンランドを領有するデンマークの軍事力が、どれほどのものなのか気になったので解説していこうと思います。デンマークの陸軍、海軍、空軍はそれぞれどんな装備を持ち、どこに強みがあり、どこに限界があるのでしょうか。まずデンマークという国ですが、人口およそ600万人で、本土の面積も狭く、ヨーロッパでは小国に分類されますが、本土に加えて、グリーンランドとフェロー諸島を領有しており、特にグリーンランドは、北極圏に広がる世界最大の島となっています。デンマークの国防費は、ドル換算でおよそ100億ドル規模、現在のレートで1兆5000億円程度で、世界全体で見た場合、この規模はだいたい30位前後です。この数字は、日本と比べてもかなり少ない額ではありますが、デンマークの人口が600万人だと考えると、決して小さくはありません。さらに近年は、国防費を増やす方針を明確にしており、NATO の目標とされる水準を上回る方向で引き上げが進められています。デンマーク軍の兵力は、陸海空を合わせた常備兵力が2万人程度で、その規模感はかなりコンパクトです。軍では徴兵制が採用されているものの、実際には志願者が優先され、不足分を抽選で補う仕組みになっています。近年は兵力確保を目的として制度の見直しが進められており、徴兵期間の延長や、女性も徴兵の対象に含める制度への移行が決まっています。軍の構成は、陸、海、空軍の3軍が基本で、これに加えて、特殊作戦部隊を統括する司令部や、グリーンランドとフェロー諸島を担当する部門が組み込まれています。特にグリーンランドを含む北極圏については、監視や試験維持、救難といった任務を継続的に担っています。デンマーク陸軍は、国土防衛と NATO 任務への参加を両立させるために編成された、コンパクトな陸軍です。大量の部隊を国内に展開することは想定しておらず、即応性の高い部隊を海外にも投入できることを重視しています。そのため、編成や装備は、数よりも、使い勝手を優先した内容になっています。兵力規模は、陸軍単体ではおおむね7000から9000人規模で、ヨーロッパの大国と比べればかなり小さな数字ではありますが、デンマーク陸軍は常に大規模な地上戦を単独で戦うことを想定していません。あくまで NATO の枠組みの中で、必要な戦力を必要な場所に提供する、という役割を担い、実際に、数多くの戦地へ派遣され、実戦経験も豊富な軍隊と言えます。陸軍が保有する主力装備は、戦車と装甲車が中心で、戦車はドイツ製のレオパルト2系列を運用しており、現在は改修されたレオパルト 2A7 相当の車両が主力になっています。保有数はおよそ40両前後とされ、これは機構戦力としては必要最小限の規模です。歩兵戦闘車については、スウェーデン製の CV90 系列を主力として運用しており、こちらも保有数は40両程度で、戦車に随伴する形での運用が想定されています。さらに、近年力を入れているのが双輪装甲車です。デンマーク陸軍は、ピラーニャ V 双輪装甲車を主力装備として整備しており、これらは国内防衛だけでなく、長距離展開や海外任務を想定した装備で、陸軍の機動力を支える存在です。調達数は300両程度で、陸軍装備の中では比較的まとまった数になっています。前述の通り、デンマーク陸軍の規模は小さく、兵力や装備の数が限られているため、長期間にわたる大規模な地上戦を単独で維持する能力はほぼありません。一方で、規模が小さい分、部隊の連動は比較的高く、NATO 基準での共同作戦にも慣れており、軽視されがちな小国の陸軍の中では、高い対応力を持つ部隊として知られています。デンマーク海軍は、陸軍以上に、
国の事情が色濃く反映された軍隊です。というのも、デンマークは本土の海域だけでなく、バルト海、北海、さらにグリーンランド周辺という北極圏の広大な海域までを自国領として保有しているからです。そのためデンマーク海軍は、監視、警備、主権維持を重視した海軍として整備されています。海軍の兵力規模は、およそ3000人から4000人規模で、これも大国の海軍と比べれば非常に小規模ですが、任務内容を考えると、数を増やす、よりも、一隻あたりの能力を高める、という方向に舵を切っています。現在の海軍の中核は、イーバビトフェルト級フリゲート3隻で、この艦は、満載排水量6000トン級と、デンマーク海軍としては最大級の艦艇ではありますが、驚くべきは、身の丈に合わないほどの重武装を信念とする韓国海軍もびっくりなほどの重武装です。本級は、現代の戦闘艦としては珍しく、主砲として 76mm 砲を艦橋前方に2門も搭載し、艦の中ほどには、各種 VLS が搭載され、エリアディフェンス用の対空ミサイル、SM2 を最大で32発、互艦防空用の ESSM を96発も搭載可能で、なおかつ、レーダーシステムについては、ドイツのザクセン級と同様の装備を共有しており、索敵を含めて高い防空能力を持っています。また、ラインメタルの 35mm ミレニアム砲を後部格納庫上に搭載しており、これは、ターゲットの直前に多数のタングステンの子弾を放出する、エアバースト弾を使用することで、高性能なシウスとして機能することから、近年では新たな防空システムとして、艦艇のみならず、陸上でも採用されているものです。この他にも、対艦ミサイル発射機を16発も搭載するなど、このクラスのフリゲートとしては、類を見ないほどの超重武装と言えます。その中でもやはり防空能力が重視されており、NATO 艦隊の中で、防空任務を担うことを期待されたフリゲートとなっています。この他の大型艦としては、アブサロン級支援艦が2隻運用されており、本級こそが小国デンマークを象徴する艦艇とも言えます。この艦は、フリゲートと揚陸艦、輸送艦の性格を併せ持った多目的艦で、兵員や車両の輸送、指揮官任務、さらには戦闘任務まで対応する超マルチな艦となっています。本級は、前述のフリゲートよりも武装を多少削減し、その代わりに支援機能を拡充した艦ではありますが、それでも主砲にはマーク45-1機と、対艦ミサイルを8発、ESSM を100発以上搭載する能力を持つことから、艦種としては、従来は支援艦とされていたところ、現在ではフリゲートに変更されています。デンマーク海軍では、このような大型艦を数隻保有する一方で、実際に日常の海域監視を支えているのは、より小型の小海艇や監視艦です。グリーンランドやフェロー諸島周辺のような遠方で長期間の行動が求められる海域では、テキス級監視艦4隻と、クヌート・ラスムッセン級監視艦3隻が主力となります。これらの艦は、76mm 砲などの主砲は装備するものの、対空能力には乏しく、戦闘よりも、海域の監視、主権の維持、漁業管理、捜索救難といった任務を重視しており、北極圏で継続的に行動できることが優先されています。ちなみに、潜水艦については、デンマーク海軍はすでに保有していません。2000年代初頭に潜水艦部隊は廃止されており、以降は NATO 同盟国に依存する形になっています。ということで、現在のデンマーク海軍では、NATO との合同作戦を前提に、重武装のフリゲートを数隻保有している一方で、日常の任務としては、戦闘よりも海域の監視、漁業管理、捜索救難、主権の維持がメインで、それには哨戒艦や警備艇が主に使われています。よって、陸軍同様に、その規模や活動範囲、作戦能力は非常に限定的で、潜水艦戦力も持たないことから、単独での抑止力としては期待できません。その一方で、フリゲートなどの主力艦については、一隻あたりの汎用性が高く、NATO の艦隊に組み込まれても即座に機能し、
実際に、地中海や中東、さらには北極圏での任務に継続的に参加しています。デンマーク空軍は、これまでの陸軍海軍同様に、広大な領域を単独で防衛する能力はなく、NATO の枠組みで役割を確実に果たす、その枠組みに守られている軍隊とも言えます。人員規模は、空軍単体でおよそ3000人前後とされており小規模ですが、戦闘機部隊、輸送部隊、救難部隊といった必要最低限の機能を揃えた構成です。デンマーク空軍では、主力戦闘機として、長年にわたり F16 を運用してきましたが、デンマークは F35 ライトニング2の共同開発国でもあるため、現時点では F16 の多くが F35 へ更新されています。とはいえ、その導入数は27機と少なく、グリーンランドやフェロー諸島も含めると、すべての領空をカバーすることなどできません。また、警戒管制の分野では、いわゆる AWACS のような大型の早期警戒機は保有しておらず、空域監視や指揮管制についても NATO 頼みです。輸送機についても、C130J スーパーハーキュリーズを保有していますが、保有数は4機しかなく、海外派遣など、その用途は限定されます。ここまで見てきたように、現在のデンマーク軍は、人口規模や経済規模、そして NATO 加盟国としての立場を前提に、現実的な範囲でのみ、維持、運用されている軍です。デンマークの中でもグリーンランドという存在は特別で、デンマーク本土から遠く離れ、北極圏という厳しい環境にあるこの地域は、常時大兵力を受ける場所ではありません。実際の軍の運用も、陸軍部隊を常駐させる形ではなく、海軍の哨戒、監視官や空軍の航空機による監視、救難、行政支援が中心になっています。つまり、グリーンランドにおけるデンマーク軍の役割は、軍事拠点として守りを固める、よりも、日常的に管理し、領有を維持し続けること、に重点が置かれています。現在では、トランプがグリーンランドに言及したことで注目が集まっていますが、グリーンランド周辺の安全保障は、デンマーク軍の能力だけでは到底完結できず、NATO、そしてアメリカの関与を含む枠組みの中で成り立ってきた、という事実が、問題を大きくしているようにも思えます。グリーンランドがデンマーク領であるのは間違いありませんが、今回のトランプの発言は、自国の防衛をよそに委ねることの怖さを、再確認させる出来事となったのではないかと思います。よろしければ、ハイプ、いいね、チャンネル登録、をしていただけると動画作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。